今回はロングアーム式のスマホホルダー、こちらの商品を提供していただいたんで取り付けたいと思います。ざっと見ると、ロングアームっていうので、この上から下につる首タイプっていうやつですね。あと特徴的なのはこの吸盤部分が汚れたとしても水洗いで何度も使えるっていうのと、あとボールジョイントになってるので360度回転するっていうのと、あとスマホのサイズ 5.8 センチから 10.4 センチまで対応しているっていうのになります。機能的にはこんな感じですね。こちらの商品と、もう一つこちらの商品、同じこちらも提供していただいたんですけど、こちらの商品はロングアームはロングアームなんですけれども、マグセーフに対応してるのかな。マグネット式になっていまして、対応が iPhone12、今で言うと12、13の方に対応してる。こちらがどのスマホでもいけるっていうやつで、こちらが12個に対応してる。この2つあるんで、それぞれどんな感じの使用感なのかっていうのを開封して実際に取り付けて確認していきたいと思います。では、開封していきます。取扱説明書がついてます。日本語です。こちらの方が2パーツになってますね。まず、土台の方がこういう感じで、すごい面白い形だな。シェル型になってる。すげえこれ。すごい作りがいい。これが吸盤ですね。何度も洗って使えるっていう吸盤ですね。で、ここにベロがついてんで、ここで引っ張れば取れるっていうやつですね。裏側は、ここがクッション素材のゴムがついてますね。車の内装部分に当たってもいいような、傷がつかないような感じでクッションがついてますね。こっちが取り付け部分ですね。すげえ。どういう風なんだろう。この一回カチッてやると開くでね。で、押している部分だけ開くのかな？そんな感じかな。で、携帯だとこういう感じでしっかりホールドされてる感じですね。前面に行くごとにこう丸く帯びてるので、前方に飛び出してくる、こちら側に飛び出してくる形状にはなってないですね。この辺しっかりしてるなっていう。下もゴムですし、両側もゴムがついてるので、携帯を傷つけないような設計になってます。こっちがもう一つの方ですね。マグセーフ対応してるやつになります。こちらも開封していきます。ちゃんと日本語でマニュアルがついてますね。本体の方見ていくかな。こういう感じですね。さっきの見ていただいたやつと同じものになるかなと思います。裏側のあれも一緒なので、質感も全く一緒ですね。スマホを取り付ける部分。ここがマグネット式になってて、これがケーブルがついてるんですね。ケーブルの長さが1メーターですね。USB の Type-C で充電するケーブルです。ここに端子があるので、ここに挿すっていう感じですね。で、これで充電できるから。すげえ。強力だな。で、ここにスマホってやると充電できますよっていう感じです。この2つをね、取り付けていきたいと思います。では実際に取り付けていきます。助手席側の方に取り付けていきます。吸盤で取り付けます。で、ロックをかけます。しっかり固定されていることを確認しています。で、スマホを取り付ける部分ですね。開閉はこんな感じですけど、サイドの方に滑り止めがついてますね。指の引っかかりがいいように滑り止めがついてます。後ろのネジを外してボールマウントのところに取り付けます。アーム部分もネジで固定させます。はい、これで完成です。
はい、スマホを置いてみます。で、運転席から見た時の視点なんですけども、指は入るので操作的には問題ないです。ナビに少しだけかかってる感じですね。横向きにするとモニターにかぶってしまいます。で、助手席から見た感じだとこんな感じですね。はい、次にマグネットの方ですね。マグネットの方の台座の方を取り付けます。で、こちらの方も後ろのネジを外してボールマウントの方に取り付けます。で、付属の電源コードを接続します。携帯を置くと充電されてるっていうのを確認できます。充電できた。はい、ここから実際に運転して強度的なものの確認ですね。ジムニーの場合だとオフロードへ行きますので、少し道の悪い場所でテストします。車内映像じゃ分かりづらいんですけども、かなりガタガタした道になります。中央のモニター部分を確認すると下が砂利道だっていうのがわかると思います。スマホの方も少し揺れていますね。しっかり固定されていますので、スマホが落ちてしまうということはないので、安心して使うことができます。はい。で、次にマグセーフの方ですね。こちらの方で確認していきます。マグネットの方が強く、簡単には落ちてしまうっていうことはないです。こちらの方もオフロードで試してみます。これもかなりの振動なんですけども、携帯が取り外れるってことはないです。で、次に台座の方を運転席側の方にずらして取り付けてみます。運転席側の視点としてはこんな感じです。ワイパーレバーとの干渉ですけど、多少隙間は少ないですけども、当たるっていうことはないです。視界的には運転の妨げにはならない感じだね。ここから商品の感想になります。良い点、運転の視界を邪魔しない。ダッシュボードの上に取り付けると視界の邪魔になってしまうので、この吊り下げタイプは視界の邪魔にならないのでとてもいいと思います。運転中のスマホ操作は危ないのでしないようにしていただきたいのですが、助手席に乗った時のスマホスタンドとして使用するのが便利と思いました。取り付けの付け替えが簡単にできますので、もっと良い取り付け位置を今後探していきたいと思います。今回紹介した商品は概要欄に貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた。